こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。これは母のカバンです。これは母のカバンです。これは母のカバンです。This is my mother's bag. これは母のカバンです。このコップ使ってもいいですか？このコップ使ってもいいですか？このコップ使ってもいいですか？ May I use this cup? このコップ使ってもいいですか？朝ごはんを作ってから出かけました。朝ごはんを作ってから出かけました。朝ごはんを作ってから出かけました。I went out after making breakfast. 朝ごはんを作ってから出かけました。部屋の隅に本棚があります。部屋の隅に本棚があります。部屋の隅に本棚があります。There's a bookshelf in the corner of the room. 部屋の隅に本棚があります。昨日は忙しかったですが、楽しかったです。昨日は忙しかったですが、楽しかったです。昨日は忙しかったですが、楽しかったです。I was busy yesterday, but it was fun. 昨日は忙しかったですが、楽しかったです。すみません、少し手伝ってくださいませんか？すみません、少し手伝ってくださいませんか？すみません、少し手伝ってくださいませんか？ Excuse me, could you help me a little? すみません、少し手伝ってくださいませんか？弟は部屋を片付け始めています。弟は部屋を片付け始めています。弟は部屋を片付け始めています。My younger brother has started cleaning his room. 弟は部屋を片付け始めています。先生は学生にその意味をご説明なさいました。先生は学生にその意味をご説明なさいました。先生は学生にその意味をご説明なさいました。The teacher explained the meaning to the students. 先生は学生にその意味をご説明なさいました。旅行で道に迷って少し怖かったです。旅行で道に迷って少し怖かったです。旅行で道に迷って少し怖かったです。I got lost during my trip, and I was a little scared. 旅行で道に迷って少し怖かったです。ずっと練習してきたので成功して本当に安心しました。ずっと練習してきたので成功して本当に安心しました。ずっと練習してきたので成功して本当に安心しました。I'd been practicing for so long, so I was truly relieved when I succeeded. ずっと練習してきたので成功して本当に安心しました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。これは母のカバンです。このコップ使ってもいいですか？朝ごはんを作ってから出かけました。部屋の隅に本棚があります。昨日は忙しかったですが、楽しかったです。すみません、少し手伝ってくださいませんか？弟は部屋を片付け始めています。先生は学生にその意味をご説明なさいました。
旅行で道に迷って少し怖かったです。ずっと練習してきたので、成功して本当に安心しました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。これは母のカバンです。これは母のカバンです。このコップ、使ってもいいですか？このコップ、使ってもいいですか？朝ごはんを作ってから出かけました。朝ごはんを作ってから出かけました。部屋の隅に本棚があります。部屋の隅に本棚があります。昨日は忙しかったですが、楽しかったです。昨日は忙しかったですが、楽しかったです。すみません、少し手伝ってくださいませんか？すみません、少し手伝ってくださいませんか？弟は部屋を片付け始めています。弟は部屋を片付け始めています。先生は学生にその意味をご説明なさいました。先生は学生にその意味をご説明なさいました。旅行で道に迷って少し怖かったです。旅行で道に迷って少し怖かったです。ずっと練習してきたので、成功して本当に安心しました。ずっと練習してきたので、成功して本当に安心しました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。兄は明日の会議の資料を作っています。兄は明日の会議の資料を作っています。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。